おお、こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は呪術廻戦に登場する釘崎野原のハンマーとこの藁人形を作ってみました。最初はこのハンマーだけね作ろうかなと思ってたんですけど、やはりセットで藁人形がないと楽しくないかなと思って、人生で初めて藁人形なるものを作ってみました。さあ、それでは早速みんなで作りましょう。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄で型紙のリンクや COS ボードの販売店を詳しくまとめてます。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずはヘッドの前半部を組み立てます。パーツを瞬間接着剤で接着していきます。3枚のパーツを貼り合わせたので継ぎ目が目立つのが嫌なので、上に薄いパーツを接着します。反対側とサイドにも薄いパーツを接着して継ぎ目を隠します。瞬間接着剤は100均のもので OK だよ。僕は100均のものをたくさん買ってきて別のボトルに詰め替えて使ってます。逆ヨガ呪術廻戦の動画は他にもたくさんあります。この動画を見た後にでもぜひいろいろ見てってくださいね。ヘッドの後半というか釘抜きになっている部分ですね。そこを組み立てます。まずはパーツを接着します。そしてこちらも継ぎ目を隠すために上下に薄いパーツを接着します。釘抜きの部分を作ります。まずボールペンで下書きします。そしてその部分をカッターナイフでカットしてしまいます。前半部と後半部を合体させます。瞬間接着剤で接着します。合体。後で棒を刺すのでハンダゴテの熱で穴を開けておきます。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで売ってます。煙は吸わないでくださいね。これでヘッドの組み立て完了だよ。逆ヨガ。動画で説明しきれてないことや型紙データをサイトにまとめてます。これから作る方はサイトもご覧ください。アドレスは動画の説明欄にあります。柄の部分を組み立てていきます。まずは2枚ある COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。細い園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ノコギリで程よい長さに切ります。ちなみに中身はグラスファイバーという素材が入っていてとても丈夫です。カットした棒をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。後々ずれてこないようにしっかりと隙間をグルーガンで埋めておきましょう。棒を接着したら蓋をするような感じでもう1枚 COS ボードのパーツを上に接着します。角張ったままだとおかしいので角をカッターナイフで削ぎ落としていきます。こういった切り抜きの際はオルファーの特選黒刃というものを使うと切れ味がいいのでとてもやりやすくなります。ホームセンターで売っています。木目を再現するためにカッターナイフでうっすらと切れ目を入れていきます。これも刃がオルファーの特選黒刃だと非常にやりやすいです。ぜひ黒刃使ってみてください。別にオルファの回し物ではないですよ。本当に使いやすいです。最後に端に1枚パーツを接着します。これにて組み立て完了。次は塗装だよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらまずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に仕上げてしまいます。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。
瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆。そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具など使う場合でも OK です。絵の部分はテカテカしてない方がそれらしいかなと思って、艶消しの黒を塗りつけておきます。ハート部分はピンク色を塗っておきます。少し青みがかかったようなピンクがいいかなと思って自分で調色して作った色を塗りました。最後にヘッドと絵を瞬間接着剤で接着したら、これにてハンマーが完成です。逆ヨガ Twitter やサブチャンネルも見てね。全長は30センチ、重量は 40g となります。中にグラスファイバーの棒が入っているので丈夫です。このように友なりを出しても大丈夫です。まず、藁人形の藁を調達するためにどうしようかと悩んだ挙句、スーパーに売ってたこの藁に入っている納豆を買ってきました。1日に1個しか入荷しないので、3日に分けて3個ほど買ってきました。結局は2個しか使わなかったですけどね。こんな感じに中に納豆が入ってて、とても雰囲気抜群の納豆です。味も非常に美味しいですね。僕の地元では有名な東京納豆というところが作ってる納豆ですね。東京納豆という名前なんで、僕はてっきり全国的に販売されてる東京が作ってる納豆だと思ったら松坂で作ってるそうですね。知らなかったです。さあ、納豆をかき混ぜてご飯にかけて朝ごはんじゃなくて藁人形を作ろうよ。針金でつながっているので、まず針金を外してバラバラに分解していきます。タコ糸であちこち縛っていくので、タコ糸を程よい長さに何本か切って準備しておきます。まずは腕を作ります。ほどほどに藁を束ねて、端に紐を巻きつけていきます。巻きつけたら、いらない余った紐を切って処理します。さらに左右のはみ出した部分をカットしてきれいに仕上げておきます。続けて本体の方を作っていきます。端にまた紐をくくりつけて縛っていきます。胴体を広げてその隙間に腕を差し込みます。そしてまた縛っておきます。最後は足を左右に開いてそれぞれ縛っていきます。なお、藁人形の作り方はググってみたら解説してくれてるサイトがあったので、それを参考にさせてもらいました。ありがとうございます。じっくり見たいという方はそちらのサイト様もぜひご覧ください。動画の説明欄にリンクを貼っておきます。最後にピンク色のマークがついた白いものを作ります。合皮を切り出してそこにピンク色を塗ります。それを瞬間接着剤で接着します。これにて一通り完成。お疲れ様でした。藁人形の重量は 40g。一通り作るのにかかった制作時間は4時間。材料費は1000円となっております。質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。藁人形ができたので、これで誰かを呪いたくなってもいつでも呪いますね。なんて陽キャの皆さんはそんなことしないようにね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。